心が疲れている時にゆっくり休むことや自分のペースで成長していくことは甘えではありません。たまに私みたいなのが生きていていいんですかという人がいます。親の役に立たないとひどく責められて育ったのかもしれません。人に迷惑をかけないのであれば、人の役に立たなくても、収入が少なくても、人生の勝ち組にならなくても、責められる筋合いも引け目を感じる必要もありません。生きていていいんです。人のために生きるのではなくて、自分のために生きましょう。こんにちは、自分探しイズムです。私はアダルト・チルドレンについての電子書籍作家で、現在のところ5冊中2冊でベストセラー1位を獲得しました。興味のある方は読んでみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。前回のアダルト・チルドレンの直し方、心の育て方編という動画で、アダルト・チルドレンは愛されずに育ったために心が成長していないので、子供のようにああしてほしい、こうしてほしいが強い。そして甘えているのに自分が甘えていることに気がついていないので、周りに嫌われてしまう。アダルト・チルドレンは自分が甘えていることを自覚して甘えていい人と甘えていい度合いを考えながら心を成長させていく必要があるというアダルト・チルドレンにとってはとても大事な話をしました。今日はその補足的な話です。子供は誰でも甘えていてわがままですが、心が未成熟の親はその子供のわがままに耐えられません。子供の心が成長できるほどありのままの子供を受け入れてあげることができません。だからアダルト・チルドレンは子供の頃に親に甘えようとして拒絶された経験があるかもしれません。甘えを拒絶されて育っている人は甘えをいけないことのように感じて完全に抑圧する傾向にあります。でも前回の動画で話したように甘え自体は相手を選ぶことと度合いを考えれば、そして自分が甘えていることに気づいていればそんなに悪いことではありません。そして多くのアダルト・チルドレンは愛情を渇望しています。甘えさせてもらえるということは愛情をもらえるということです。愛に飢えた人の渇望が満たされるほどどっぷり甘えさせてもらえることはまずありませんが、でも少しなら相手によっては甘えさせてもらえることもあります。渇望しているものを少しでも満たせることはアダルト・チルドレンにとって貴重な体験です。そもそも本来は少しどころか親にどっぷり甘えさせてもらう権利があったんです。でも多くのアダルト・チルドレンは甘えさせてもらうどころか親の甘えを満たす道具にされてしまっています。客観的に自分を見てみると、このまま甘えを抑圧しているのは自分がかわいそうじゃないですか？自分だって周りの人を甘えさせてもいるんです。迷惑をかけられてもいるんです。人間は持ちつ持たれつなので、このまま甘えを抑圧するのではなくて、甘えていい人には甘えていい度合いだけ甘えさせてもらうという意識を持ちましょう。甘えていい人というのは大体において人間関係の距離感が近い人です。ニュアンスを比喩的に言うと、距離感の近い人には50甘えられるとします。距離感の近い人でも60は甘えられません。でももしかしたら自分が相手に50してあげていれば60まで甘えさせてもらえるかもしれません。距離感の少し離れた人には10しか甘えられません。でももしかしたら自分が相手に10してあげていたら
20まで甘えさせてもらえるかもしれません。距離感がだいぶ離れた人には0です。自分が何もしてあげてこなかったのに、距離感のだいぶ離れた人に甘えようとしても無理です。これは相手の心の成長度合いを度外視した時の話です。相手の心の成長度合いも甘えられる度合いに大きく関係します。距離感の近い人でも心が未成熟の人では甘えさせてもらえないし、多少の距離感があっても心が成長している優しい人は甘えさせてくれる可能性が上がります。優しい人のそばに行くこともとても大切なことです。前回の動画でも言いましたが、アダルトチルドレンは無自覚でいると誰にでも100を望んでしまうんです。嫌われないようにするためには、このことを常に頭の片隅に置いておく必要があります。次に、そもそもそれは甘えではないという話をします。多くのアダルトチルドレンは、親に責任転嫁をされて育っていたり、親のその時の気分次第で怒られたり怒られなかったりしているので、何か問題が起きた時に、それは自分が悪かったのか、それとも相手が悪かったのかがわからない人が多いです。もっと具体的に言うと、親が甘えていたのに、何甘えてんのと自分が悪いかのように怒られて育っていたりするので、何か対立が起こると、それは自分の甘えなのか、相手がおかしいのかがわからないという人が多いです。そこでアダルトチルドレンは、甘えではないことを自分の甘えだと思って抑えていたり、萎縮していたりする人もいます。では、甘えではないことを列挙してみましょう。自己主張をすること、感情を表現すること、自分の意見をしっかり持つこと、自分の価値観を大切にすること、自分で意思決定をすること、他人の顔色より自分の気持ちを大切にすること、必要な時に助けや協力を求めること、ウィンウィンを目指すこと、これらは甘えではありません。自己主張は当然の権利ですし、自分の意見や価値観を大切にすることも当然の権利です。そして、適切な範囲内で協力を求めたり、助けを求めるのは甘えではありません。ただ、紙一重なので、注意が必要なのは、一方的にならないことです。絶対にこれをしろという激しい要求を相手に突きつけるのは甘えです。また、一方的がいけないからといって、見返りを求めて何かをしてあげるのも甘えた人の思考です。見返りを求めた押し売りは返ってこないことが多いです。返ってこないので不満になる、不機嫌になる、怒る。こういうのは甘えています。見返りを求めた押し売りではなくて、ウィンウィンである必要があります。押し売りの人と純粋にウィンウィンを求めている人とではいろいろ違いが出ますが、そのうちの一つは感謝にも出ます。ウィンウィンを求めている人は何かをしてもらうと感謝の気持ちが出ます。そしてすぐには忘れません。そこでいつかお返しをしようと思います。一方、甘えている人はあれしてこれしての気持ちが異常に強いですが、してもらっても感謝の気持ちが出ないし、出てもすぐに忘れます。だから恩を返すこともありません。これは大きな違いです。それから自分のペースで進むこと、疲れた時に休むことなども甘えではありません。恋愛依存、ホスト依存、共依存や自分を粗末に扱う行為などをする人に、あなたは甘えている。
もういい加減やめなさい。そんなことしたらダメ。意志力がないからやめられないんだ。という人も多いですが、本人だって頭では自分を傷つけてしまう、壊してしまう行為だと分かっています。それでもやめられないのは、程度や状況にもよりますが、甘えているからでも意志力の問題でもありません。このような人は心に問題を抱えるような環境で育ってきています。大きな心の問題を抱えているので、浮輪にしがみついてなんとか頑張って生きています。心の根っこの問題を取り除いてあげずに、悪い行為だけをやめろというのは、溺れている人から浮輪を取り上げるようなものです。これは、まるで毎日学校に行く時間になると頭が痛くなって学校に行けなくなる子に、バファリン飲んで学校に行きなさいというようなものです。本当の問題は頭痛じゃないんです。心に傷があるんです。その傷は無視して頭痛を治そうとしているということです。話を戻すと、力で浮輪を取り上げても心の問題は解決しません。例えば、ギャンブル依存症とか、アルコール依存症とか、他の病気か何か分かりませんが、他の出方をするだけです。また、仕事が続かないから生きていてはいけない。今はニートだから私なんかいない方がいい。このようなことを本気で思っている人もいますね。これも同じで、心に傷を抱えているんです。親に役に立たないと嫌な顔をされてきた。親に道具や奴隷として利用されてきた。それが心の習慣になっている人に多いです。だから人の役に立たずに、ただ生きていることを悪と感じます。同じようなケースでも、程度や状況や年齢や症状などで解釈は変わります。例えば、自分にだけは困難があってはいけないと思っている、何も苦労しないでそれが手に入ると思っている、自分が誰かにお世話になっていることに気づいていない、感謝の気持ちがない、そしてただ働きたくない、苦労したくないというだけでニートなのは甘えています。でも我々は誰かの迷惑になるのでなければ別に人生において大きな成果を上げなくてもお金をいっぱい稼がなくても誰かの役に立たなくても生きていていいんです。また具合の悪い時に一時的に誰かに迷惑をかけることも人間なら仕方のないことです。人の役に立たずに生きていることは別に甘えでも何でもありません。愛されずに育ったために心に傷を負っている人はすぐにメンタルが参ってしまいます。メンタルが参った時にゆっくり休んで元気になったらまた頑張る。そのような人はむしろ立派な人です。愛されずに育っているアダルトチルドレンはこのようなことを理解してもらって共感してもらう必要があります。でもこれはなかなか理解してもらえません。分かってもらおうとひどかった親の話をすると、何甘えたこと言ってんだよ。少なくとも産んでもらったんだろ。大学まで出してもらったんだろ。いい加減に親を許せよ。いつまでそんなこと言ってんだよ。前を向いて生きろよ。このようなことを言われるかもしれません。最初から前を向いて生きられた人には、後ろ向きにしか生きられない人の気持ちや苦労は分かりません。また、後ろ向きの人がどうやったら前を向いて生きられるようになるのかというようなことを知っているわけがありません。このように言う人は、知らないなりにも好意的なアドバイスをしてくれているのですが、
でもこれは愛されて育っていない人には、どうせ誰も分かってくれないという思いを強くするだけです。アダルト・チルドレンの問題は分からない人には分かりません。分からない人の意見を真に受けないで自分の価値観をしっかり持つこと、そしてその価値観で自分が自分を守ることも大切です。話を戻すと、かつて処理できなかった気持ちを処理できて初めて前を向けるようになります。そのためには一時的にどっぷり過去に浸かることは甘えではありません。ではポイントを振り返ります。アダルト・チルドレンは甘えベタです。甘えベタな人は甘えがない人ではなくて、無意識にはものすごく甘えたいがあります。でも意識では甘えたら嫌われると思って抑えている人が多いです。抑えていても無意識から突き上げてくる渇望を満たそうとする力はとても大きなものです。そこで知らず知らずのうちに出てしまいます。出してはいけないところで出てしまいます。特に自分が甘えていると気づいていない人は、まるで抑えの効かなくなったイノシシが突進するかのように、甘えがドバーッと出て突進しまくります。これは相手にとってはうざい甘えです。相手は不機嫌になります。そこでアダルト・チルドレンは甘えたらいけないんだとさらに強く思うことになります。一方、愛されて育った人は小さい頃に親に甘えられているので甘え方が上手です。中には猫が膝の上に乗ってくるような可愛さを維持しながら甘えられる人もいます。猫のように上手ではなくても相手に嫌悪感を与えずに上手に甘えられる人も多いです。このような甘え上手な人は甘えていい人、甘えていい度合いを心得ています。アダルト・チルドレンはこれが学べていません。だから甘えベタなんです。でも上手に甘えるということは渇望している愛情欲求を少しでも満たしてもらうということです。これからは甘えていい人、甘えていい度合いを考えながら生きていきましょう。アダルト・チルドレンはもう一つ、これは甘えなのか、これは甘えじゃないのかという区別がつかない人が多いです。自分の権利を守ること、嫌なことは嫌ということ、傷つけられたら抗議すること、自分の意見や気持ちを大切にすることなどは甘えではありません。また、心が疲れている時にゆっくり休むことや自分のペースで成長していくことは甘えではありません。たまに、私みたいなのが生きていていいんですかという人がいます。親の役に立たないとひどく責められて育ったのかもしれません。人に迷惑をかけないのであれば、人の役に立たなくても、収入が少なくても、人生の勝ち組にならなくても、責められる筋合いも引け目を感じる必要もありません。生きていていいんです。人のために生きるのではなくて、自分のために生きましょう。では、すぐにできることのコーナーですが、このコーナーは動画の一番最後にその日話した内容の中ですぐにできることを考えてから終わることにしています。今日の内容のすぐにできることは、上手な甘え方を練習しようということです。そのためにはまず甘えていい人を考えてみましょう。最初は一番距離感が近い人が無難です。次にその人にどこまで甘えられるか考えてみましょう。普段自分がその相手にどのくらいまで貢献しているのかにもよりますが、100を望むのではなく度合いを考えてみましょう。仮にこれはやめてほしいという怒りを伝えるのであれば、
怒りの裏にある自分の弱さも伝えてみてください。私はこのような心の傷があるので、このような扱いを受けると落ち込んでしまいます。というようなことです。また、これをしてほしいということを伝えるのであれば、それが得られなくても恨まないというスタンスが大事です。これをしてほしい、でもしてくれないから怒る。これは甘えです。また、してもらえたのに感謝をしないのも甘えです。自分のしてほしいを伝えて協力してもらえたら感謝をする。このような練習をしてみてください。アダルトチルドレンにとっては甘えを理解することはとても重要です。今日の内容はこれは甘えているのではないよという動画ですが、アダルトチルドレンは気づいていない部分でたくさん甘えています。アダルトチルドレンは自分がどのような部分で甘えているのかを熟知して意識することと心を成長させることは生きやすくなるためにとても大切です。それについては前回のアダルトチルドレンの直し方、心の育て方編という動画で詳しく話しましたので、そちらを参考にしてください。概要欄にリンクを貼っておきます。はい、ここまでにします。最後までご視聴ありがとうございました。では、仲間の皆さん、よかったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。バイバイ。